SD なのにまさかリアル体系に合体するなんて、そんな衝撃とロマンを詰め込んだ今回の挑戦。こんにちは、学びオタクです。今回は SD ワールドヒーローズからキャプテンクアンタ、ガンダムアストレアタイプ B、タイプ F の3体を全て全塗装仕上げ、ちょっとした加工を加えて制作してみました。実は今回アストレア B と F については箱を開けてからの制作風景もしっかり記録しています。ただしキャプテンクアンタだけはうっかり撮影前に作業を始めてしまって開封動画が残っていません。その分塗装や仕上げにはしっかり時間をかけていますので、どうかご容赦ください。さらに今回は3体全ての肉抜き穴を丁寧に埋めて、アストレア B と F には足裏のディテール加工も施しています。というのも合体後に後ろから見ると意外と足裏が目立つんですよね。せっかく全体を塗装するならこういう細かいところまでしっかり仕上げたいということで、プラ板やディテールアップパーツを使ってそれっぽくかっこよく見えるように工夫してみました。ほんの少しの手間ですが完成時の密度感や見栄えにはしっかり効いてきます。そしてこの3体が合体して誕生するのがジェネラルフォートレス SD ながら合体によってリアル体系のモビルスーツへと変化するギミック満載の移植キットです。今回はその塗装のこだわりから合体工程、そして完成レビューまでじっくりお届けしていきます。どうぞ最後までお楽しみください。では最初に紹介するのはキャプテンクアンタです。このキットでまず手を入れたのが肉抜き穴の処理。足内側のふくらはぎや手の主塔部分などのパーツを中心にポリパテで丁寧に埋めて整えています。削って整える作業については動画を撮っていなかったので、ここについてはアストレア編で触れたいと思います。そして下地処理、ここで実はちょっと失敗しました。最初はグレーのサーフェイサーを吹いて下地を整えたんですが、塗装を進めるうちにあれこれ黒下地の方が良かったかもと気づきました。というのも今回使用する色はメタルグリーン、ゴールド、ホワイトがメインだったのでグレーである必要がなかったんですよね。結局途中からエボブラックで黒下地に切り替え、結果的にはメタリックの発色も良くなって正解だったと思います。こういう下地の選択って塗ってみてから気づくことも多いので、これは完全に学びでした。ちなみにこれは肉抜き穴を埋めたパーツです。それなりに綺麗に整ったと思います。そして赤いパーツについても最初はエナメル塗料で筆塗りしてみたんですが、やはり今回はしっかりマスキングして塗り分ける必要がある工程だったので、それならいっそ最初からエアブラシで拭いた方が塗膜も綺麗で発色も安定するんですよね。筆塗りだと細かい部分の修正が大変ですし、どうしてもムラや境界線のよれが出やすくなるので、作業の効率と仕上がりを考えて途中でエアブラシ塗装に切り替えることにしました。その上でいきなり赤を重ねるのではなく、下地にピンクを吹いてから赤を重ねるという一手間を加えています。せっかく手間を加えるなら少し赤の発色を良くしようという意図からです。もちろん直接赤を塗装しても構いません。最後に赤い部分には艶消しクリアを吹いて他のパーツとの質感バランスも整えています。メタリックやグロスの質感と対比されることでこのマットな赤がより映えるようになったと思います。黒い部分にはガイアのエボブラックを採用。この黒は下地と仕上げを兼ねられる優秀な塗料でムラも出にくくお気に入りです。そして今回一番こだわったのがこのキットの特徴でもあるグリーンのラインの処理です。というのもキャプテンクアンタは成型色のグリーンがクリアパーツだったりシールで再現されていたりと、パーツごとに色味や質感がバラバラなんですよね。このままだとせっかく全塗装しても部分的に浮いた印象になってしまう可能性があるので、そこで今回は全てのグリーンをメタルグリーンで統一、金属感のある発色に揃えることでライン全体に統一感とシャープな印象を持たせました。さらにこのキット、実はかなり奥まった細かい場所にまでグリーンが入り込んでいるんです。そのため塗装の順番にも工夫が必要でした。まず最初にメタルグリーンの部分だけ先に塗装してしまい、それをしっかりマスキングした上で周囲の他の色を順番に重ねていくという方法を取りました。この手順にすることで奥まった部分のグリーンを潰さずに残しつつ、
周囲の色との境界もシャープに保つことができるんです。メタリックの光沢も相まってラインに自然な立体感が生まれ、完成後の情報量が一気に増したように感じました。細かい作業ではありますが仕上がりの印象を左右するポイントなので、今回はかなり丁寧に取り組んでいます。そしてメタルグリーンの塗装が終わった後は丁寧にマスキングを施して再びエボブラックで全体のベースを整えていきます。というのも今回のメタルグリーンはどうしてもマスキングの境目で塗料が盛大にはみ出しているので、そのまま上から白を重ねると色ムラや濁りが出やすくなってしまうんですよね。そこで一度メタルグリーンのはみ出た箇所を含めて全体を一旦黒でリセット。これによって次に重ねるホワイトがしっかり発色する下地を作ることができます。ここからは黒立ち上げ塗装で白を重ねていく工程です。使うのはガイアノーツのアルティメットホワイト。黒下地の上にパーツの中心からじんわり広げるように白を吹いていくことで自然なグラデーションと陰影が生まれます。このやり方をすることでただの真っ白ではなく立体感のある白として仕上がってくれるんですよね。特に今回のように白い装甲が多いデザインのキットではこの陰影の表現が全体の情報量やリアルさにつながってくるので、一吹きずつ焦らず丁寧に重ねるよう心がけました。仕上がりがマットになりすぎないように注意しながらほんのりとグレーを残すような意識で進めています。そしてキャプテンクアンタの顔周りで特に目を引くのがこの特徴的な右目のバイザー状センサーです。ここには今回の制作で唯一メタルブルーを使用しました。そう、この色はバイザー専用のアクセントカラーとして使っています。メタルブルーの持つ光沢感がバイザーのガラス感やメカっぽさを自然に演出してくれてぐっと引き締まった表情になったと思います。胴体、バックパックについては成型色に近いガイアのブルーグレーで塗装しています。紺色のパーツにはガイアのマーズダークブルーを使用。深みのある色味で艶消しクリアを重ねると落ち着いた印象に仕上がります。明るい配色が多い中で部分的に濃い色を入れることでメリハリを演出。細かい面が多いのでマスキングをしっかり行いました。そして最後は全体を整えるために艶消しクリアを吹いて仕上げていきます。今回はメタルグリーンやゴールドといった光沢のある色も使っているので他のパーツを艶消しでまとめることで質感のコントラストがより引き立つようにしています。艶ありと艶消しを混在させることで見た目の立体感や情報量もぐっとアップするんですよね。とここで気づいたんですが、実はゴールドの塗装シーン撮れていませんでした。ちゃんと塗ってるんですが撮影のタイミングを逃してしまったようです。どうやら作業としてはメタルグリーンを塗った後にゴールドを塗装、その部分をマスキングし、さらにエボブラックで下地を整えてからホワイトやダークブルーを重ねたという流れで進めていたようです。ちょっと順番がややこしくなってたせいかカメラを回し忘れてしまったのかもしれません。ごめんなさい。とはいえ仕上がりにはしっかり反映されてますので完成映像でぜひご確認いただけたら嬉しいです。塗装が全て終わったらいよいよ最終組み立てに入っていきます。今回は派手すぎずそれでいて色味や質感のコントラストにしっかりこだわった一体になったと思います。で、皆さん覚えてますか？今回これまだ1体目なんです。この後アストレア B と F2 体分の全塗装と仕上げが待っていると思うと、いやー、完成の達成感と同時にちょっと冷静になってる自分もいました。ということでこのように最終組み立て工程はダイジェストでお送りしますね。というわけで完成したキャプテンクアンタがこちら。全塗装するとやっぱりめちゃくちゃかっこいいですね。グリーンの発色やマットな白との対比も効いていて SD だけど本格的な印象に仕上がったんじゃないかと思います。とはいえこの時点ではまだアストレア B とアストレア F の全塗装が残っていたんですよね。完成した姿にちょっと浸りながらも内心ではおいおいあと2体もあるのか、これ全部やるの俺と少し冷静になっている自分がいました。ちなみに私はこの後本当に2体分も根気よく全塗装を続けましたが、皆さんは見るだけで大丈夫。ぜひこのまま最後まで一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。さて2体目は
自律思考型 AI を搭載し、自我を持つガンダムアストレアタイプ B、 単なる AI 制御ではなく意志を持つ無人機というちょっと特殊なキャラクター設定なんですよね。そのためか合体の時に首や胴体が分離されても一切動じないという、まさに AI ガンダムの面目躍如です。今回はそんな静かに燃える無人機に塗装で魂を込めていきたいと思います。とはいえパーツカットやゲート処理は地味なので、ここからは今回こだわったポイントに絞ってご紹介していきます。まずはアストレアタイプ BF 共通のこだわりポイント、それは足裏の肉抜き穴をしっかり埋めたこと。プラ板とアスパラ模型さんや寿屋のディテールアップパーツを使って単なる蓋ではなく装甲の一部のように見えるよう意識して加工しました。合体後は後ろから足裏がかなり目立つので、こういった細かい部分まで仕上げておくと完成時の満足感が段違いなんですよね。肉抜き穴もしっかり処理していきます。クアンタに引き続き足の内側など合体後も目につきやすい箇所を中心にポリパテで埋めて成形。目立たないようにしながらもパーツ構造に合わせた面構成を意識して仕上げています。続いては下地塗装。いつものようにガイアノーツのエボブラックを全体に吹いていきます。この黒下地は色に深みと立体感を与える黒立ち上げの基本。後から重ねるメタリックや明るいカラーとのコントラストもはっきり出て仕上がりにメリハリがつくんですよね。次にセンサーやライン上のディテール部分にメタルグリーンを塗装していきます。このカラーは目からしさや情報量を引き立ててくれる差し色としてとても効果的なんですが、今回のキットではかなり細かくて奥まった場所に配置されているんですよね。こういう箇所に後から筆塗りやマスキングしてのエアブラシをしようとすると塗料が届きにくかったりマスキングの精度が落ちたりしてどうしても塗装が難しくなってしまいます。そこで今回はあえて先にメタルグリーンを塗ってからマスキングするという順番を取りました。先にきれいに色をのせておいて後からしっかりマスキングで保護しておくことで後工程の色と混ざらないようにするという方法ですね。ちょっと手間はかかりますが最終的にラインがビシッと決まるとやっぱりやってよかったなと思える瞬間が来るんです。そして今回の見どころがここ。実際のマスキング作業の様子をようやくしっかり撮影することができました。前回のクアンタでは気づいたら塗装が終わっていて作業シーンが一切残っていなかったという痛恨のミスなので、今回は完全リベンジ回です。細かいパネル形状に合わせてマスキングテープをどの向きで貼るか、どこから貼り始めるとずれにくいか、そういった細かいけど超重要なポイントを実際の手元映像とともにお見せしています。カットの仕方やテープの貼り重ね方など言葉では伝えにくい部分も視覚でしっかり確認できると思いますので、これから塗り分けにチャレンジしてみたい方の参考になれば嬉しいです。マスキングの後はもう一度エボブラックを吹き直します。こうしておくと後から重ねる赤や白の塗装が下地のメタルグリーンと混ざったり滲んだりするリスクがぐっと減るんです。次に赤いパーツの塗装に入ります。まずはピンクで下地を作ってから上から赤を吹いていく2段階塗装です。こうすることで発色が柔らかく自然になりつつも鮮やかさをしっかり保つことができます。今回はクレオスの赤を使用。ピンクの下地が効いているおかげで黒立ち上げのグラデーションと相まって立体感のある仕上がりになったと思います。仕上げには艶消しクリアを吹いて落ち着いた質感に調整。メタリックパーツとのコントラストも際立って全体のバランスが引き締まりました。続いてはアストレア B の印象的な右目バイザー。ここにはメタルブルーを使用しています。ごく小さなパーツではあるんですが顔周りの目力を左右する重要なポイント。光の角度でキラッと反射するメタリックの質感がセンサーっぽさをぐっと引き立ててくれます。あえてこのパーツだけにメタルブルーを使うことで全体の中でも自然と視線が集まるアクセントになってくれました。続けてゴールドのパーツに入ります。こちらも先に塗装しておいたメタルグリーンと同じく色ののせ順をしっかり工夫しています。まずはゴールドを塗装してマスキングで丁寧に保護、その後で周囲の色を重ねていくという流れです。ちなみに今回のゴールドは黒下地の上から吹いています。こうすることで発色に深みと重厚感が出てギラつきすぎない落ち着いた金色に仕上がるんですよね。メタリック系の質感を生かすには
下地選びと順番が大事なんだと改めて実感しました。次はブルーグレーの塗装に入ります。こちらは主に関節や内部っぽいパーツに使っているカラーで、目からしさと落ち着いた印象を両立できるちょうどいい中間色なんですよね。白やメタリック、ゴールドといった派手な色が多い中で、このブルーグレーが入ることで全体の配色バランスがぐっと整って見えます。そして外装の一部にはマーズダークブルーを使用。これはガイアカラーの中でも深みのある青で、ほんのり紫がかったニュアンスが特徴のカラーです。最終的に艶消しクリアで仕上げることで引き締まった印象の濃紺に変化してくれます。この後外装の白い部分にはアルティメットホワイトを黒立ち上げで塗装していますが、ここは前回と同じ工程なので今回は省略してマスキング剥がしの様子からお届けします。ラインが綺麗に決まっているとやっぱり気持ちいいですね。しっかり塗り分けが決まったところで、ここからは最終組み立てに入っていきます。全てのパーツが揃ったところでいよいよ最終組み立てです。塗装済みのパーツを一つ一つ丁寧に組み上げていく作業。この瞬間やっぱりワクワクしますよね。そしてうわー、やっとこさ2体目の完成です。いやー、本当に大変でした。塗装もマスキングも足裏の加工も一つ一つ手間をかけてきた分、達成感もひとしお。今回も改造はしていないものの、全塗装とちょっとした工作だけでここまで仕上がるんだなという手応えを感じました。でもまだあと1体あるんですよね。この時ばかりはあれ、これ全部やるって言ったの誰だったっけってちょっとだけ自分を責めたくなりました。でもここまで来たら最後まで行きましょうということで、いよいよラストアストレアタイプ F の製作に入っていきます。さていよいよラスト3体目となるのはアストレアタイプ F。 このタイプ F も実は合体時にはほとんどバラバラに分解される役割なんですが、それでも一体としての完成度はしっかり出したいというわけで、今回も全塗装ちょっとした加工で見えるところは見えるなりにちゃんと仕上げるをテーマに制作していきます。ここまで来たらもうやりきるしかありません。とはいえ工程は基本的にこれまでと同じなので、細かい説明は省略して足裏加工の次は一気にマスキング剥がしのシーンへ。3体目ともなるとさすがに手順も慣れたもので、マスキングの貼り方や塗装の順番もこれまでとほぼ同じです。なので今回は細かい工程の説明は省略してテンポよく進めていきますね。というわけでいよいよ最終組み立てに入ります。パーツの一つ一つを組み上げていくこの瞬間、やっぱり何度やっても完成が近づくドキドキとワクワクが入り混じります。そしてついにアストレアタイプ F も完成しました。全体の印象としては赤、黒、金の力強い配色が入る攻めの仕上がりという感じでしょうか。シンプルな構造ながら色のコントラストと質感の変化だけでここまで引き締まった印象になるのはやっぱり塗装の力ですね。これで3体全ての制作が完了です。さあいよいよジェネラルフォートレスへの合体工程へと進んでいきましょう。さてここからはいよいよ3体合体ジェネラルフォートレスの組み立てに入っていきます。まずはアストレアタイプ B のパーツを全て分解していきます。ご想像の通りこのタイプ B のパーツは足のパーツとして使用します。塗り分け本当に大変だったんですが、仕上がりを見ると頑張った甲斐がありました。続いてアストレアは自律思考型 AI を搭載したガンダムなので、設定上は上半身と下半身が分離しても問題ないんですよね。ということで上半身と下半身をそれぞれ分離、下半身パーツは脚部フレームへと接続されます。両腕パーツも分解してふくらはぎ部分に収納。このようにタイプ B は体全体を分割して右足パーツとして組み込まれていきます。次にアストレアタイプ F も同様に変形、両腕を分解しふくらはぎ側に収納、下半身を脚部パーツへ合体させ、こちらは左足になります。こうして左右の脚部はアストレアの下半身腕パーツを組み合わせた構造になっています。
続いてはキャプテンクアンタ。こちらは本体構造を残したまま一部のパーツを取り外していきます。アストレアとは異なり、胴体の一部はそのまま残した状態で合体させていきます。まずは両足を装着。ここで一つポイントが、アストレア B のバックパックに内蔵されていた関節パーツを取り出し、クアンタ側の股関節パーツを一旦外して取り替えます。実は3体合体専用の関節パーツになってるんですね。このキットすごいのが、外した股関節パーツも後で他の場所に組み込める構造になってるんです。無駄になるパーツが一切ないって本当に素晴らしい設計ですよね。さらにアストレアのシールドとソードは左右の腰アーマーとして組み込まれます。そしてクアンタの肩パーツは胸の前面装甲として活用。背面にはクアンタのシールドパーツを使ってリアスカート状のディテールを追加。そしてここがポイント。アストレア B のバックパック内部にはジェネラルフォートレスの頭部が内蔵されています。そしてアストレア B に内蔵されていた固定用のジョイントパーツを展開。そこにクアンタ本体を差し込むことで上半身ユニットを構成していきます。クアンタの頭部は背面に格納される構造になっていて、腕や腰の関節も後方へ折りたたむことでしっかり収納できるようになっています。先ほど外したクアンタの股関節パーツは背面につけることができます。そしてクアンタの頭部をアストレア B のバックパックで隠します。このクリアグリーンのパーツのみ成型色のままにしています。クアンタの特徴的だった頭の飾りはジェネラルフォートレスの胸飾りになります。次は両腕部分になります。ここで使われるのがアストレア F の足の下敷きになっていたパーツたち、そしてアストレアの上半身も腕の一部になります。これらが両腕ユニットとなり左右に取り付けていきます。正直この3体をもう一度全塗装してって言われたらさすがに断ります。それくらい塗り分けがエグかったです。そしてクアンタの頭部にあった2つの羽飾りはジェネラルフォートレスの頭部のエンブレムに変化。両腕をそれぞれに差し込んでジェネラルフォートレスの頭部をクアンタの頭頂部につけたらジェネラルフォートレス本体の完成。最後にアストレアやクアンタの残りパーツをバックパックや武器として取り付けていけばついにジェネラルフォートレスの完成です。 SD なのにリアル体系に合体してしまうというまさにギミックの塊。塗装、加工、撮影と本当に大変なプロジェクトでしたがやってよかったと思える、そんな仕上がりになったと思います。ということで大変お待たせしました。最後にジェネラルフォートレスの勇姿をご覧ください。気に入っていただいた方はチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知をしていただけたら嬉しいです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。